皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。僕は今メルボルン空港にいます。ここからの数フライトが JGC プレミア史上のラストランです。7時25分の JAL774 便成田行き。ターミナルはこじんまりしています。この案内は分かりやすくていいですね。まだ朝6時ですけどカフェはしっかり営業してます。さすがカフェの街メルボルン。パンも美味しそう。でも今日はラウンジに向かいます。まずはエアニュージーランドのラウンジ、 JAL の指定ラウンジです。オールブラックスって感じだ。とても広々したラウンジ。朝ということもあって空いています。この後機内食が出るので控えめにしました。温かいご飯もたくさん用意されてましたね。ラインナップは地元料理というよりはスタンダードな朝食って感じです。ヨーグルトとトマトジュースも。トマトジュースは海外なのに美味しかったです。さて節操がないですが次のラウンジへ。今度いつメルボルンに来れるかわからないからね。次はカンタスラウンジです。こちらも中は広々。ニュージーランド航空よりはちょっとだけお客さんが多めでした。ミックスジュースを自分で作れるコーナー。本当はもっと満喫したかったんだけど空港に着いたのが搭乗1時間前だったのでそそくさと退散。ちょうど朝日が昇り始める時間でした。そろそろ搭乗開始のはず。帰りのフライトもビジネスクラスです。ほぼ予定通りに搭乗開始。今回は水色のポーチです。今回は正方形に近いフォルムだね。中身は歯ブラシとかスマホスタンドとか。あとはポケットティッシュとかも入ってます。あると嬉しいものがちゃんと入ってる感じが日本のエアラインだね。折りたたみのスマホスタンドも。エミレーツの380がいますね。隣のニュージーランド航空がすごく小さく見える。和食と洋食どうしようかな。洋食は多分間違いないものが出てくるんだろうけど和食も気になる。到着前も割とちゃんとしたご飯が出てきそうだね。カンタスが飛んでいきました。この空港は滑走路がクロスした構造になっています。なので離陸の風景もいつもと違って面白いですね。僕らの番が回ってきました。滑走路に向かっています。今まさに飛び立とうという飛行機の滑走路を左右から横切ろうとする機体がいますね。メルボルン空港ってそこまで忙しいイメージなかったんですけど朝は混み合うんですかね。調べてみたらメルボルン空港は1日平均300から400フライトみたい。羽田が国内線だけで500フライトくらいなのでそれと比べたら余裕はあるのかな。この飛行機も無事離陸しました。すっかり明るくなりましたね。ここから成田まで10時間のフライトです。安定飛行に移ったので本業の仕事の方を進めることにします。機内でもネットにつながるのでチャットくらいだったら日本のメンバーとリアルタイムにやり取りできるので便利ですね。ということで仕事もあるのでお酒はお預けです。せっかくのロングフライトなのでお酒も飲めたらいいんですが我慢ですね。仕事しながら旅ができる環境なだけでも恵まれている。ご飯は結局和食にしました。
ローストチキンと季節野菜に煮アナゴ、エビの南蛮漬けとスモークサーモン、あとフルーツですね。海外初でこれは十分以上なんじゃないでしょうか。鶴、箸置きかな。お味も普通に悪くない。スモークサーモンもでかくていいね。ローストチキン、ガーリックソースにつけていただきます。やっぱり JAL が海外発でも機内食がちゃんとしてて安心だね。ありがとうございます。メインが来ました。正直もう十分お腹は満たされてるんだけど、でも美味しそうです。ご飯、サーモンの幽庵焼き、あとお味噌汁。普段あまり焼き魚って食べないから新鮮な感じ。美味しいね。結構大変だったけどなんとか完食しました。ごちそうさまでした。飛行機はまだまだオーストラリア上空。横になろうと思ってたらモリーゾーの販売がありました。でも今回は機内持ち込み荷物のみでトランジット予定なので断念。せっかく買っても次の手荷物検査で液体として没収されちゃいますからね。でも最近 CA さんからご提案いただくことが多いから在庫がダブついてるのかと心配しちゃうね。それじゃあ今日の寝床の準備をしましょう。行きと同じエアウィーヴのマット。ロゴの方を足元にするらしいんだけど何か理由があるのかね。現在地はケアンズ上空のあたりです。おはようございます。2回目の機内食で起こされました。洋食のリコッタチーズのラビオリ、デザートはチョコとラズベリーのムース、あとカプレーゼですね。美味しそうではあるんだけど食べて寝てただけだからな。まあでも美味しそうではあるんだよな。せっかくなのでいただいていきましょう。ムースは見た目も綺麗で美味しそうだね。ラズベリーは奥の方に入ってました。ごちそうさまでした。じゃあ到着まで仕事でもしましょうかね。まだまだ太平洋上。出発から8時間くらいです。このフライトが終わったらあとは細かく4レグ飛んで JGC プレミア市場終了の予定。3月と4月の計20フライトで達成です。もうすぐだね。房総半島が見えてきました。ここまで来たらもうすぐに着陸です。懐かしい景色。飛行機はどんどん高度を下げていきます。成田に無事着陸しました。もうすぐ日が沈みそうな時間帯。日本時間で16時半くらいですね。これから数時間後に大韓航空運航のコードシェア便でインチョンに向かいます。出たら先にニタミの桜ラウンジでシャワーを浴びたいんだけどできるのかな。とりあえずラウンジに行ってみようと思います。ダメでした。うすうすそんな気はしてたんですけど、次が1タミなのでそっちのラウンジを使ってくださいとのこと。なので連絡バスを使ってターミナル移動です。連絡バスはだいたい20分から30分に1本のペースで走っています。タイミングが悪いと意外と待つんですよね。
数日ぶりにカルラウンジに帰ってきました。今回も前と同じ20時台のインチョン行き最終便。フライトも少ないのでラウンジは人が少なめです。急ぎの仕事だけ片付けたらしばし自由時間です。数日前にも来てるけどお酒のラインナップを確認。今回は日本のビールにします。時刻はもうすぐ19時。すっかり暗くなりました。最終便を残すのみなのでお客さんもほぼいません。静かでいいラウンジですね。デートにやってきました。あと10分で搭乗開始。今回もビジネスクラスなのでスカイプライオリティが使えます。今回も機体は737。当たり前ですがメニューも数日前と一緒ですね。今日もビビンバかな。相変わらずドリンクメニューが充実。ウェルカムドリンクはグアバジュース。安定の美味しさ。無事離陸していきました。2時間半のフライトの予定です。お待ちかねのビビンバの時間です。当たり前だけどラインナップはこの間と一緒。このパックご飯を具材と混ぜて食べます。味の決め手のコチュジャンチューブ。今回は最初からチューブ全入れでいきました。スープも来ました。具材が何なのかあんまり馴染みがなくてわからない。ビビンバ相変わらずうまいね。ちょっとうとうとしてたらもう韓国上空。やっぱり近いよね。というわけでインチョン国際空港に到着しました。今日は空港近くに泊まって明日折り返しです。出発は遅れていたけど少し巻き返してくれたみたい。この時間帯の遅れは寝る時間に直結するからありがたいね。じゃあサクッと入国してホテルに向かいましょう。今回もすごく遠いゲートにアサインされたみたいで歩かされてます。早く寝たいのに。ようやくイミグレが見えてきました。無事に入国完了。今日もこの時間はガラガラですね。現在23時46分。8時間後にはここに戻ってきます。今回もウーバーでホテルまで。真っ暗で何もないところを進んでいきます。ホテルまでは15分くらいの道のり。猫ちゃん。ちょっと警戒されてしまった。ここはホテルの正面玄関です。というわけで今日泊まるのもネストホテル。お部屋はこんな感じです。今回もワンランクアップグレードしてくれてスーペリアダブルルームみたい。まあ寝るだけなんですけどね。日本円で1万2000円くらいでした。充電スペースもあり。洗面所も綺麗で機能的な印象。この部屋はシャワールームのみみたいだね。
正直寝るだけだしもっと安い部屋でもいいかと思ったんだけど、前に空港近くで泊まった安ホテルが結構下水臭とかがひどかったので、ちょっとお金を足して快適を取りました。マリオットが宿泊実績2倍キャンペーンをやっているっていうのも決め手だったね。にしてもナイトプールは絶対に過剰設備なんだけど。じゃあシャワー浴びて寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。インチョン名物の霧の中で目覚めました。朝日とか景色が見れるのを楽しみにしてたんだけどな。今は朝6時過ぎ。今日もまた7時5分のシャトルバスに乗って空港に向かいます。前回は大きなツアーバスみたいな車でしたが、今日は小さめのバン。7、8人のお客さんと一緒に空港に向かいます。今日もまたすごく遠いところで降ろされたので、テクテクカウンターまで向かいます。大韓航空のビジネスクラスカウンターは一番奥なんですよね。ようやく着きました。この中が大韓航空の優先カウンター。今日はお客さんが少なめですね。すぐ自分の順番が回ってきそう。出国しました。イミグレはいつも通り混んでて、ここまで20分くらいかかりましたね。今回もカルラウンジにお世話になるんですが、2つあるので前回行かなかった方を使ってみましょう。イーストっていう方。ラウンジの中はほとんど一緒ですね。メストと同じご飯。バーカウンターもあってビビンバもある。スペース自体はイーストの方が狭めだね。韓国っぽくないものばかり取ってきてしまった。トマトジュースは美味しくない方のやつだった。オーストラリアは美味しかったんだけど、気づいたら野菜ばかり取ってる。出発からもうすぐ1週間だから無意識に体が野菜を求めてるんだろうね。でも結局おかわりするのは揚げ物。ハッシュドポテトが最強なんだよな。じゃあゲートの方に向かいましょう。相変わらずバカレカ空港ですね。ゲート到着。もうちょいで搭乗開始ですね。成田行きの飛行機は今回も777の300。結構年季の入った機体みたいです。25歳。こんな感じのシェル型シート。フルフラットになるので毛布と枕の用意があります。ヘッドホンもなんかいいやつ。フルフラットになるシートだけあって前の座席との間隔はかなり広め。さて機内食。前回のこのフライトはプルコギにしたので今回はチキンにしてみます。離陸しました。結構揺れるんですが CA さんたちはものともせず食事の用意をしています。こちらが韓国発便の機内食。大韓航空はなるべくレストランっぽくサーブしてくれますね。効率よりも体験重視ってことなんでしょうか。サラダのドレッシングはバルサミコ風味。小瓶が可愛いね。サラダ自体も美味しそうなチーズが乗ってます。バターはレスキュールです。フランスの有名なやつだね。パンは JAL のメゾンカイザーのものと違ってふわふわ系。他の料理に合う気がします。ソースはグレイビーマッシュルームソースだったかな。食べてみましょう。一緒に乗ってるオムレツっぽいのも美味しいです。洋食もうまいとなると次回は何を食べるか悩むな。食事を終えた頃には鳥取県の北の辺りまで来ていました。あと1時間ちょっとかな。
なのであんまり時間はありませんが、せっかくなのでシートをフルフラットにしてみます。一般的な日本人サイズの僕が寝転んでこんな感じ。もうちょっと背が高いと足は当たっちゃうかも。横になってるから窓の景色がいつもと違う角度。いやー、快適です。でも悲しいことに快適なフライトはあっという間に終わってしまいます。もう茨城県上空、よく見た日本の景色が見えてきました。今回の狩猟も国際線区間はこれでラストですね。成田空港に着陸しました。今回もほぼ定刻通りのフライト。飛行機を降りました。目標の8万 FOP までは残り約3000ポイントです。残りは沖縄との往復で到達の予定。この動画ももう少しだけ続きます。そういえば成田の一民はマリオたちは出迎えてくれるんだった。最初に成田を出発して以降はトランジットしかしてないので、久しぶりの日本入国です。次は羽田からの国内線なんですが、一旦お家に帰ります。残りの沖縄往復は明日のフライト。今日は家で洗濯したり荷物の整理をします。やっぱり日本の景色は安心するね。あとは国内線フライトなので大したドラマもなく完走できるでしょう。それでは明日まで時間をジャンプします。おはようございます。時刻は朝6時半。空港に向かう電車の中で嫌なメールが届きました。視界不良で引き返す可能性あり。そこで気になったのが引き返した場合の FOP の扱い。狩猟層の立場で言えばその分の時間を投下しているので加算されてほしいところ。さらに言えば次のフライトはクラス J なので 2860FOP。加算されるならそれで JGC プレミア到達です。でも残念ながら答えはノー。それで加算されるならその後の代替便と合わせて1フライトの料金で2フライト便の FOP を獲得できちゃうしね。ということなので何事もなく着陸できるのが今日のベストシナリオになりそうです。果たしてどうなることやら。沖縄の他に和歌山、香川も同じ状況みたい。ちなみにこういう状況の時は無料で予約変更や取り消しができるので、安全策を取るなら出直すという手もあります。でも僕の場合はスケジュールの調整が難しいので今日で狩猟を終えたい。倍の時間のフライトになるかもしれないのでとりあえず腹ごしらえ。堀久保の春木屋のラーメンがあったのでこれにします。ローマ字で料理名を書かれてもどんなものかわからないだろうな。でも注文するときには商品名を言えないといけないから必要な情報なのか。注文して5分くらいで出てきました。春木屋のチャーシュー麺。なんか油が膜を張ってて湯気が出てこないですね。子供の頃に食べた醤油ラーメンって感じ。懐かしい美味しさです。さあ登場です。グループ2での登場もこれが最後。ポイント的にはこのフライトで到達です。さてさて登場しましたんですが、幸先の悪い出来事が。僕のディスプレイだけ映らない。他はみんなついてるんですけど、僕のだけ起動に失敗してるような雰囲気。でもそれ以外は何ら不自由なくゆったりした座席です。モニターもいつもフライトマップしか映してないしね。羽田もだいぶ曇り空なんですが、飛行機は問題なく離陸していってるようです。隣に USJ 仕様の JA アティがやってきました。もう USJ なんて10年以上行ってないですね。なんかマリオのエリアが大人気だって聞きました。今日は雲が一面に広がってるな。
何事もなく那覇に降りられるといいけど。今のところ普通に着陸できそうな雰囲気ですね。到着まではあと1時間。本島の南をぐるっと回り込みながらアプローチ。陸地をきれいに雲が包んでるけど、これくらいなら大丈夫そうですね。JAL の歴戦のパイロットなら問題ないでしょう。那覇のきれいな海も今日は再度低め。瀬長島が見えたのでもう着陸です。降りてみたらやっぱり結構視界は悪かったんですね。無事に飛んでくれてよかったです。さあこれで8万 FOP 達成です。あとは無事に羽田に戻るだけ。人混みを避けて国際線側にやってきました。お昼ご飯を食べます。県民食堂と思ったら開店まであと20分くらいあります。そんな時はすぐ上にある展望デッキへ。ちょうどチャイナエアラインがスポットに入るところでした。国際線側はやっぱりアジア系が多いですね。イースタージェット、タイガーエア、台湾との短距離国際線。奥には香港エクスプレスとかエバー航空も見えますね。時間になったので県民食堂へ。奥以外にも開店と同時に5組くらいのお客さんが入ってきました。注文は食券制。ゴーヤチャンプルーが690円で食べられるのはありがたい。準備状況は画面で確認します。ではいただきましょう。子供の頃はゴーヤなんて嫌いだったけど、大人になるとこういうの美味しいですよね。豆腐は地元の有名な豆腐屋さんのもの。やっぱり安定の美味しさ。美味しいものってあっという間になくなっちゃうんだよな。さて桜ラウンジに戻ってきました。15時のフライトまで作業をしながら過ごします。今日は4月23日ですが、もうゴールデンウィークが始まってる人もいるのか、ラウンジはかなり混んでます。長期休暇羨ましい。ゲート前もこんな感じでいつも以上にレジャー色の強い混み方。楽しそうな雰囲気が充満してます。最後のフライトは988便。もうすぐ搭乗開始です。最後のフライトもクラス J にしちゃいました。もう FOP を稼ぐ必要はないんですけど、つい手癖で。というわけでこのフライトも含めて計20レグ。クアラルンプールやニューヨーク、メルボルンとちょっとだけソウルの雰囲気も触れたプレミア市場でした。前半戦のクアラルンプール発ニューヨーク行きの海外発見はどちらも久しぶりの街だったので懐かしかったですね。後半のソウル発メルボルン行きもシドニーとは違った街の雰囲気を知ることができてよかったです。個人的には回数狩猟は虚無感しか感じないので、行きたいところに行きながら FOP を貯めるのが好きですね。最終的にかかった費用はこちら。まず前半戦は約63万円で FOP 単価は 16.1 円。後半戦は約57万円で FOP 単価は 15.8 円。ボーナスの 5000FOP も含めると合計では120万円で単価が15円の旅でした。昨今の環境で行きたいところに行って15円なら自分的には9大点。このシリーズの冒頭でも触れましたけど、意図的な市場は今回で最後の予定。毎年120万円は嫌だけど、今後数年のメリットのためならまあなんとかという感じ。あと JAL の場合は自分がプレミアに到達していれば妻にもステータスを分けられるのがでかい。妻の保有マイルも有効期限がなしになるし、2人の子供もダイヤモンドプレミアラウンジやファーストクラスラウンジに連れて入れるようになります。
さあ羽田に到着なので、この狩猟旅も終了です。計画変更もあり 2004P ほどオーバーしてゴールしました。しばらく JAL の E3 ばかり乗ってましたが、これからはまた LCC も使おうかな。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。